正弘のうまいのなんの。うまいのなんの正弘です。今回はラーメンを取り上げます。浅草橋にもてなし黒木という、とても人気のあるラーメン屋さんがあるんですが、浅草橋の駅のすぐ近くに昨年秋に移転されました。移転した先のお店の店構え、表から見るとなんか丼が壁面に並んでガラス越しなんですけども、中に入ると製麺機があったり、まるでここラーメン博物館かなって思わせるような、今までのラーメン屋さんの風情だとか店構えと全く違うんですね。中はカウンターがあって、本来ならテーブル席があって席を一つでも埋めたらいいのにっていうところをお客様が待つ待合席っていうのに作って、言ってみるとファインダイニングのラーメン屋さん、随分ラーメン屋さんも様子が変わってきたかなと、そのトップを行く一軒がこのもてなし黒木の黒木さんにですね、ラーメン界でついに1000円の壁っていうのを昨年一昨年ぐらいからあちこちのお店で破っていきましたが、黒木さんにとって1000円の壁っていうのがどこにあったのかっていうことを含めて、新しい店舗をどうしてこういうデザイン設計にされたかなっていう、ちょっと未来のラーメン屋さんにつながるお話を聞いてまいりました。どうぞ。うまいのなんの。浅草橋なんですが、以前のお店は秋葉原と浅草橋の中間ぐらいだったんですが、ずっともうそこに駅が見えるくらいに移転をされたばかりのもてなし黒木さんへやってまいりました。ここのお店のラーメンに私引きつけられて何度通ったかわかんないんですが、私の YouTube に出てくださるというので、ギリギリ閉店間際のところに時間でやってまいりました。今から行ってまいりますが、見てください。このディスプレイ、ラーメン屋さんのお丼コレクションだと思うんですが、ツタのお丼がありますし、いやー、中にもあとは製麺機だとかところで拝見したいと思いますが、とりあえず入ってみます。よし。やっぱり分量を正確に測るっていうのはとても大事なこと。そうですね。だけど僕結構人によって変えますね、ちょっとやっぱ。その人によって違うっていうのがいいなと思う。はい。で、ラーメンはブレも楽しみの一つだと。今、麺の茹で加減、指先っていうか、はい。そうです。やってましたけど、すごく敏感にしとかないといけないですよ。そうですね。もう暑いなんて言ってらんないですよ。本当に。じゃあすみません。ありがとうございます。ます。これが正面でいいんですか？そうです、正面です。はい。いいね。昔のお丼ってこんなに大きくなかったから、はい、持つのは簡単。今やっぱりどうしてもレンゲがね、必要なんですけど、最初これでいただいてもいいですか？はい、どうぞ。はい、いただく方いらっしゃる？たまにいますね。たまにいらっしゃる。はい、やっぱり。美味しいお出汁の加減が。で、もう一回ともう二口目がまた違うんだと。違う。では、いただきますです。どうぞ。穂先メンマを使うっていう理由はどういうところかなんですか？うちの塩ラーメンって結構ふくよかないろんな味があるんですよ。いろんなコンセプトで楽しいラーメンっていうのにすごいしたくて、で普通のメンマは前は材木の太メンマ使ってたんですけど、それとちょっと止まっちゃうんですね、時が。なるほど。でちょっと穂先が柔らかい感じのもので、だけど歯応えが欲しいんで乾燥を使ってます。はい。これいつも黒木さんのところでいただくこと、どっから行こうかなと思うんですが、やっぱり麺から行っていいでしょうか？全然僕も。
美味しいな。このつけながらいってみます。さっきの途中、ここ中バランスで食べてってるんです、私は。スープだけ残るのは嫌だなと思って。麺を食べる、どの国に行く、ここにスープに戻る、なんとかで。最後、きれいに、ただ、スープだけ残ったのを飲み干すんじゃなくて、きれいにうまくいくように食べるにはどうしたらいいかなと。一応食べる方でも考えてはいるんですけど。どういう食べ方をされると嬉しいですか？いいねっていう食べ方あるんですか？最後、うちはこの丼も作ってもらってるんですけど、丼を持ってやっぱ飲み干してほしいっていうのが、それが一番嬉しい、最後。はい。あ、そうですか。はい。最後は一番古典的なチャーシュー。うん。美味しかったです。すごい、本当にもう。でもカウンター越しっていうのは、こっちから見ると作るところが見えて楽しいって言いますけど、それの10倍、100倍ぐらい見られてると思うんです。こっちはアウェイだから。そうですね。ね、いつもお客さんがいるところなのに、動きがなんか今日は違う感じかなとか、絶対気がつかないと思うんですよね。確かに。いやー、この人の食べ方としては自分のラーメンを完璧に味わってくれてるぞって思うような食べ方をね、こちらをしたいな。ああ、いいですね。美味しくいただきました。美味しくいただきました。はい、ありがとうございます。今日いただいたのは、塩ですよね。塩です。はい。はい。最新の券売機で、券売機って言っちゃいけないぐらいの、そうですね。はい。そういうのを導入されて、新しいお店になったんですが、ちょっと中のお話として、黒木さんのところでは麺を選べるんですよね。そうですね。はい。細い麺と手もみの麺と。今日いただいたのは塩は、僕は勝手な主張を言うんじゃなくて、どちらがおすすめですかっていうのを聞いたら、手もみの方。そうですね。っていうことで。やっぱりスープの絡み方が微妙に違う。そうですね。口の中のこう弾力も違う。そうですね。前のお店からこちらに移って、もう随分経っちゃうと思うんですが、もう全く前のお店のイメージがないですね。入り口のところのまず丼のディスプレイでびっくりしましたけど、あれ全部黒木さんの全部僕のコレクションです。どこにしまってやった？レンタル倉庫。レンタル倉庫借りて。じゃあ製麺機。もうそうです。これもそうです。これはだけどどうやったら手に入る？これはヤフオクとか、ヤフオークションとか、あとメルカリとか。あとは地方行った時の地方のこうリサイクルショップみたいな。これあるものなんですよ。そうですか。で、新しいお店はカウンターが綺麗なのと同時に、本当だったら後ろにラーメン屋さんテーブルを置きますよね。それを待合席。そうです。ちょっとこのディスプレイも見てもらいたいし、僕たちの動きも見てもらいながら、気持ちを高めてもらいたいっていうなんか。やっぱり。そう、ラーメン屋さんの考え方と全然お店作りからして違うなって。そうですね。ちょっと今回は。もう前から物件探すのと同時でそういうことをしたかった。もちろん本当にもう、なんか違う形のラーメンの提供の仕方とか、ラーメンを待つ時間もどうラーメンに頭になってくれるのかなとかいろいろ考えて。自分がこういう風なお店にしたいなっていううちの、まあかなり 100% に近いくらい。そうです。もうこれはもうデザイナーとすり合わせして、もう。なんかこういうカウンターで食べるっていうのは、こちらから見ると本当に作ってるとこ、次私のかなとか、そういうのが言うんですけども、でもこう1対1だと、見られてるかなと思いながらなんですが、黒木さんのところはこういうお店のデザインもされてるのと同時に、麺があってスープがあって具があるっていう風に、いきなりみんな写真撮って、私もそうですけど、すぐ食べ始めちゃうんですが、いつも見とれるくらい美しいんですよ。ありがとうございます。盛り付けには特別気を使うとか。気を使います。その彩りもしっかり、あとは食べる順序みたいな。順序。そうそう。こう盛ればこう食べてもらえるなっていうのを考えながら。どっから食べてほしいっていうのは。もう本当手前のスープから飲んで。やっぱりスープからいっていい。そうですね。丼持っていただいちゃいました。全然もう、それが一番多分美味しいと思います。やっぱりこれで、こういう風に、
口の広さのところに、はいこの方が、そうですね。ここの口当たりがとてもいいんですよ、はいこのお丼の。そうです。一応それをこうデザインして。はいね、この角度がはできてたり、厚みがありすぎて、はいなんか、本当にラーメンを丼で食べてほしいっていうのが、ローさんができてらっしゃるな。うちの塩ラーメンだと、こう食べ進めていくうちに、途中でこう真ん中のネギがあって、その上に生姜ネギあんっていうのがあって、それがこう溶け出すとちょっとジャンクになるんですよね。はい。最初はちょっと繊細なスープですけど、ジャンクになって。で、そっちでその生胡椒を食べると、また脳が刺激されるから、また食欲が湧いて。二つ番ですよね。そうです、そうです。はい。だから僕はスープをいただいて、はい麺をいただいて、はいまあどっから行こうかなと、まあチャーシュー、まあ鶏のチャーシューでいろいろ、はいそれをまあつくねから行ったんですが、は味のタンパク系の方から行こうかなと思いながら食べてって、途中からネギを崩して、あーそうすると生姜も崩れてくる。はだからすごく味がこう、グレードが上がるっていうか、そうですね、だんだんこうはい複雑回帰となりながら、でも全体の味はどんどん、豊かになってい。ああ、そうです。はい。うん。本当に。で、こう楽しみながら、お、次これ出てきた。お、これ出てきたみたいな。そいうだから一杯の中に本当に宇宙があるっていうか、はい。黒木さんさすがだなと、本当に上をデザインする人がはなかなかいないですよ。あラーメンをきれいにこう揃える人あ。は、はい。紙をすいたようにきれいにする人はいるんだけど、はい。直線と曲線とはい。じゃないですか。はい、そうです。ですよね。はい。そこがなんかきれいにできてる。で今回のこの塩そばはこの Z の盛り方なんですよ。あ、Z なんですよ。はい。Z の始まりがトマトなんですよね。トマトから始まってこういう流れで、で、チャーシューが一番右が Z で。こういう流れで、これは一応持ってます。そのために麺の鳴らし方も沈まないように斜めに聞いて。鳴らします。だから麺のとこすぐ取りやすいようにはい。見えるようにはい。なってるんです。そうです。麺がないと沈んじゃうんですよ。結構うちって具材も乗ってるんで、だけどそれがこう沈んじゃうと汚くなっちゃうじゃないですか。ブワブワブワってなって。それがこう立体的に盛り上がるように、その麺の鳴らすポジションも決めて。そこまで食べる人はなかなか思いが及ばない。そうですか。作るのが楽しいっていうのがベースにあると思うんですが、はやっぱり一つ一つを丁寧に味わってほしいっていうは敬意、はい。リスペクトあが盛り付けに現れてるあ。かな。ああ、ありがとうございます。だからそういうのを見ると、こっちも、いつまで、ちょっとさっき猫背で食べてたんだけど、やっぱりね、気持ちがこう、シャキッとしていただきたいなっていう。ああ、嬉しいですね、ちょっだからそのためのカウンターでとても素敵だなとと。はい。思ああ、あうんですけどりがとうございもます。はい。綺麗にいただきますけども、作る方は、この具材とこの麺とこのスープの量が綺麗にバランスが取れてて、はい全部食べて完結しますよっていう、そういう作り方をされてると思うんですが、どうしても皆さんなんかスープ残される方がね、もったいないなと思う場合が他のお店では考えられてますよね、全部。そうですね。一応もう考えられて、本当に。で、スープの量も考えてます、ちゃんと。はい。なるほど。で、そういうデザインするっていうのは、はい。ラーメン屋さんになる前のお仕事のことがちゃんと影響されてます。そうですね、やっぱ、綺麗な盛り付けとか。最初は教えられてましたけど、やっぱなんか染みちゃいますよね。せっかくならデそうです。ザインしよう。はい。多分なんか最後に持った後にこんな菜箸でいちいち直すラーメンないと思うんですよね。静岡の宗信って、は奏でる心っておー、そうです。はい。いうお店ではい一回だけ盛り付ける前にネギがちょっと崩れたらちゃんと箸できれいに戻る。あー。ネギ一本ですよ。刻んだ今日みたいな。それを出されたんで、あー。びっくりしたことなんですけど。背筋ピンとなっちゃいますね。いまだに創作力っていう意欲が、そうですね。久保さん、しょっちゅう Facebook で、はい。これをやります、これもやる。はい。どういうとこから出てくるんですか？生産者様が連絡くれるんですよね。今年どうするとか。名取にセリ農家さんがいるんですけど、その春のセリもすごい美味しい。美味しいんですよね。こう根っこに栄養取られきってないやつが。もう少しゼリ使えますかとか。養殖ご飯に使ったことなかったですあるじゃないですか。はい。それが美味しい。そうです。はい。もう養殖でもそうです。もう宮城のサーモンとかも。そう、今もう今年もすごいいいですって連絡来て。生産者の方がそうです、はい。頼って、これなんかやってくださいって言ってるんです。再来月も石巻のわかめが始まるんで、うちが震災があった年うちオープンしたんですよ。2011年に。その次の年から
なんか震災向こうのなんか復興も兼ねて、ちょっとラーメンも1年経ったんで、少しできるなと思って。でまずそのわかめを使うことから、うちは始めましたね、創作は。は震災の時にちょっと後、僕料理ボランティアの会っていうのをは結成してて、ラーメン屋さんも入ってれば、フランス料理のシェフも入ってる、お寿司屋さんも入ってる。で、麺屋武蔵のバララーメンって素晴らしく美味しかった。いいなぁ、美味しそうだな。なんかそういうお手伝いの。でも、ラーメンの可能性っていうのはまだまだそういうことで言うと。そうですね。たくさん、なんかルールがないようで、自分で設定すればいいと思うんですよね、なんか。結構ラーメン何でもできちゃうと思いますけど、そうするとまた違うものになっちゃうから、僕東京生まれなんで、こう、ネギ、メンマ、青菜、麺、スープ、油とかそういう定義があるんですよ。決まってますよね。そうなんですよ。それを何を変えていくかっていうのは、そうすると結構ブレなくできるっていうの僕も思うんですけども、無意識でやってる昔ながらのもんだけど、いや、本当にここでネギを使った方がいいのか、ほうれん草を湯がいたやつを添えればいいのか、ナルトのやつを入れたらいいのか、海苔は添えるのかって、もう一回原点のところで考えられると、すごくユニークな、クラシックであるけども、今のラーメンになるんじゃないかな。そうですよね。はい。確かになんか、そうですね。だからやっぱり自分の仕事を再点検する。っていうことも大事かなと思う。もう黒木さんの期待たくさんなんですが、いつも混んでて、今年はまたぜひこれぞっていうところにまた伺って、そうですね。いただきたいと思います。はい。美味しくいただきました。いえいえ、ありがとうございます。うまいのなんの美味しくいただきました。内装が違うと出てきた一杯がやっぱり食べる方の気持ちと違うっていうのを皆さんやっぱり実感されてるかなっていう感じで、私もそういうふうに思いました。ぜひとも皆さん、新しい黒木に、もてなし黒木に行ってみてくださいまし。美味しくいただきました。